こんにちは、TK キャンプです。今回は九州キャンプ場おすすめベスト3完全保存版となってます。僕が2年間にわたって行ってきたキャンプ場をその中から紹介していきたいと思います。そしてそのベスト3に関しては絶景であるということと、ソロキャンプでもおすすめできるということ、そして2回目また行ってみたいと思うことを考えて選ばせていただきました。それでは実際に行ってみましょう。本編へどうぞ。悩みながら選んだ栄えある第1位は草枕山荘になります。熊本県です。ここがおすすめな理由としては、まず金額がお手頃であるということと、あとはこの景色ですね。もう見渡す限りめちゃめちゃいい景色なんですよ。しかもサイトも広くて、選んだサイトによって場所の雰囲気がかなり変わるっていうのもリピートしたい、おすすめしたい理由になります。この通り夕焼けとかになると本当にめちゃめちゃ綺麗なんですよね。この景色はぜひ味わっていただきたいっていうのと、あとは徒歩圏内ですごいそこも絶景の温泉があるんですよ。ですので両方合わせて連泊もしたいと思うぐらいすごく素敵なキャンプ場になってます。ぜひ九州お立ち寄りの際はここには行っていただきたいと思うキャンプ場になってます。草枕山荘熊本でした。ぜひおすすめです。そして第2位は熊本県の権堂シャロレーです。こちらも九州においては知らない人がいないっていうぐらいとっても有名なキャンプ場ですね。この高台から見える地平線のような息を飲む景色っていうのがすごくおすすめです。ちなみにこちらも熊本で有名な温泉街から黒川温泉っていうんですけども、車ですぐ近くの距離にありますので、歩いても20分30分歩けば行けますので、そのあたりも観光も楽しめていいんじゃないかなと思います。ここもぜひですね、他にあんまり見たことがない景色を楽しめるキャンプ場なので、ぜひ一度お越しいただければと思います。第3位は長崎県の中瀬草原キャンプ場です。この通りですね、ものすごい広大な景色とキャンプ場なんですね。で、僕この日乾燥だったんですけど、もうこの通りですね、超幻想的な光景が望めますので、ぜひおすすめします。ただ、カートとかの行き来が結構大変かもしれないので、軽装がおすすめです。それでは、これからは順不動で紹介していきたいと思います。数が多いので、一言のキャンプ場もあるかと思いますが、よろしくお願いします。こちらは福岡県の能古島キャンプ場になってます。福岡県からすぐ近くに行けるアクセスもいいところなんですが、この通りですね、海に反射する景色がめちゃくちゃ綺麗です。8月とかのバーベキューのシーズンとか外せばですね、乾ソロとかにもなれるので、静かにソロキャンプをしたい方にもおすすめですね。こちらは熊本県の倉迫桜温泉オートキャンプ場になってます。温泉が入り放題というのがすごく売りというかおすすめのポイントになってますね。見渡す景色もめちゃくちゃ素敵なところにありますので、ここもおすすめです。次は長崎県の志本堂キャンプ場です。ここは西の横綱と言われる方もいらっしゃるぐらい、とっても素敵なキャンプ場なんですね。海がすごく綺麗に見えて、直火ができるサイトなんかもあります。こちらも高さによってサイトが違うので、見える景色が違ってすごく素敵です。この海の向こう側にハウステンボスがあるんですけど、運が良ければ花見も見えるということで、ここもぜひおすすめしたいキャンプ場になってます。こちらは福岡の石窯八重城です。僕がもしかしたら九州で一番行った八重城かもしれません。こちらはYouTuber のキャンプ男さんが初めて作ったキャンプ場になっていて、福岡からの中心部からも近くて、すごく金額も安いんですよね。その代わりトイレが仮設だったりとか、炊事場がないなど、少しレベルが高いかもしれないんですが、とっても森の雰囲気が素敵で、素晴らしいキャンプ場になってますので、おすすめさせていただきたいと思います。で、次に、こちらも福岡の近郊というか中心部にあるドルチェの森になります。サクッとキャンプをするときにはすごく使いやすくて、金額も安めなのでおすすめになってます。はい、ここもよく行かせていただきました。福岡のキャンプ場って結構高いところが多いので、すごく重宝しました。そしてこちらも福岡のキャンプ場、源氏の森というキャンプ場になります。川が目の前に流れていて、とっても癒しのキャンプ場ですね。ここは福岡だとすごく人気のキャンプ場なんです。最寄り駅が歩いて1分のところにあるので、徒歩キャンパーの人も安心して来れます。しかも徒歩圏内に温泉施設もあるので、ファミリーでもソロでもカップルでも来やすいんじゃないかなと思います。はい、そしてこちらが
久留米ふれあい農業公園キャンプ場です。こちら県が運用されているということもあってめちゃめちゃ安いんですよね。そのテントの敷地面積によって値段が変わるっていうちょっと特殊な仕組みなんですが、僕のソロテントぐらいだと1000円いかないぐらいだったので、近くに住んでたらすごい通うぐらいのめちゃくちゃいいキャンプ場ですね。で、こちらは佐賀県の千町坊キャンプ場になってます。こちらも金額が結構お安めで、山とかが見えて景色もいいので、すごくいいキャンプ場ですね。で、こちらは宮崎県の都井岬キャンプ場になってます。本当に本州のもう最大の南に位置するようなキャンプ場になっているので、絶景とかが楽しむことができます。ただその前の車の車道とかはすっごい狭かったりするので、そのあたり注意が必要です。ただ、秘境に行きたいなんていう方にはおすすめのキャンプ場ですね。で、こちらまた福岡に戻りまして、7世代キャンプ場になってます。で、オートキャンプサイトとこの自然豊かなキャンプサイトがあって、こう野営感を味わえますので、野営感を味わいたい方にはおすすめですね。枝とかが無限に落ちてるので、焚き火とかブッシュクラフトしたいなっていう方にはすごくいいんじゃないでしょうか。ただもちろん虫が発生するので対策をお忘れにならず。で、こちらも福岡のキャンプ場で昭和の森キャンプ場になります。ここもすごく有名なんですよね。で、徒歩キャンパーだと無料です。車だと駐車代金が必要なんですけど、ここもすごくですね、こう自然に近い形でキャンプを楽しむことができます。はい。枝とかも結構落ちてるので、ここもこう拾ったもので焚き火をしたりとかして、過ごすことができます。続いて、こちらも福岡が続きます。高ヤード金竹になります。管理棟がすごい近くにあって、カフェなんかもあるので、安心感があるキャンプ場ですね。で、ここでたまたま、酒好き親父のバズキャンプさんのヒロトさんにお会いして、一緒にキャンプさせていただいたのは、すごく懐かしい思い出ですね。これといってすごい何か取り分けたキャンプ場ではないんですけど、安定感があるキャンプ場ということなので、デビューという方にはいいかもしれませんね。続きまして、山荘キャンプ場ですね。こちらは福岡県の北に位置するキャンプ場なんですけど、目の前に海が見える大絶景キャンプ場で、ここもなかなか予約が取りづらいんですよね。はい。福岡からそんなに離れてないんですけど、海がすごく綺麗に見えてですね、開放感を味わえるキャンプ場になってます。福岡で海が見えるキャンプ場だとお安めの部類に入ると思います。で、続きまして同じく福岡県の池の山キャンプ場になります。ここもよくソログルとかさせていただきました。こちらも徒歩圏内で温泉施設があるっていうのはすごくいいですね。冬とかも温まりやすかったです。で、続いて宝満山になります。宝満山は、登山がメインになってくるんですけれども、ちょっと下に下がるとこの天白ができる珍しい山になっているので、ここもよく使いました。で、続いて、福岡県の、糸島にあるお花キャンプ場ですね。ここ金額が結構お安めで、しかも海が近いということで、ここも結構人気のキャンプ場になってます。ちょっと気軽に海を見れるキャンプ場に行きたいなっていう時は、すごくいいですね。管理棟とかも設備がすごく充実しています。で、夕焼けとか朝焼けとかも非常に綺麗なので、ここは結構リピーターの方とかも多いですね。僕も何回か使わせていただきました。はい。女子の方とかも使いやすいんじゃないかなと思います。ちょっと行くとこういうふうに砂浜にも降りることができます。こちらは大野城憩いの森キャンプ場ですね。この辺り福岡県が続いてます。区画サイトなんですけど、一つ一つサイトがすごく広いので、とっても使いやすくていいキャンプ場ですね。こちらは今宿キャンプ場ですね。もうとにかく芝生がめちゃくちゃ綺麗なので、それはすごく居心地よかったなと思います。で、次にモンベルのキャンプ場です。こちらも福岡ですね。すごく広大でいいんですけど、ペグが刺さりづらいので要注意です。モンベルサイトがすぐ近くにあるので、レビューの方とかもいいと思いますね。で、こちらは若杉楽園公園キャンプ場です。こちらも県がやってる施設なので、キャンプ場という感じではあんまりないんですけど、すごい大人気です。福岡の夜景が一望できますので、このサイトをみんな取り合っています。すべてのサイトから夜景が見えるわけではないので、ご注意ください。はい。で、次にですね、大島キャンプ場ですね。キャンプ場というか、この施設の中で、この決められた範囲の中で泊まっていいですよというふうになってます。ここは火を使っちゃいけないので、そのあたりは注意なんですが、その代わりといってはなんですが、絶景が凄まじいので、一度行ってみることをお勧めいたします。で、次に、いろは島オートキャンプ場になります。こちらも景色がすごく綺麗に見えるわけじゃないんですけど、近くにホテルがあるので、食堂とかお風呂とかに困らないという意味では、キャンプしやすい場所になっていると思います。
次は福岡県の糸島ピクニックオートビレッジキャンプ場です。こちらはボランティアの方々が集まって開設したキャンプ場になっているみたいで、比較的リーズナブルな金額でキャンプすることができます。その代わり薪とかですね、常設してない可能性がありますので、ご注意いただければと思います。海も星空もすごい綺麗だったので、福岡から割と近い割にこれだけ綺麗な景色が望めるので、とてもいいキャンプ場だと思いますね。そのあたりは協力してやっていきましょう。そして次にこちらも福岡県ですね。次にこちらも福岡県のカラハクビレッジキャンプ場です。こちらはキャンプ場の場所が少しシークレットになっているのが面白くて、指定の駐車場に車を止めたら、そこからトゥクトゥクで運んでいってくれるんですよね。それが何かテーマパークのアトラクションみたいに、すごいワクワクします。で、その夜にはですね、指定の場所でバーが開催されてフリードリンクを楽しむことができるという、なんか異世界感がありますので、ここもちょっと一風変わったキャンプ場として楽しめるんじゃないかなと思います。次にこちらは鹿児島県の北薩公園広域キャンプ場になってます。こちらも県が運営しているので金額がすごく安いのと、施設内に温泉があるので、そのあたりも楽しめると思います。薪も普通に販売してますので、すごい便利だと思いますね。で、次に熊本県の吉原権兵衛村キャンプ場になります。非常に開けた場所で、ここもサイトがすごく広いんですよね。なので、選んだサイトによって景色が全然変わるんですけど、とにかく静かで見渡す景色の山々とかがすっごい綺麗なので、ぜひここも行っていただきたいキャンプ場ですね。車で5分10分行けば温泉施設いっぱいありますので、温泉と絡めたキャンプが個人的にはおすすめです。こちらは福岡の檜山オートキャンプ場になります。こちらも高台にあってですね、福岡の夜景が望むことができるっていうのがすごく特徴になってます。意外と福岡で夜景が望めるキャンプ場って珍しいんですよね。この日、午前中というか夕方までずっと雨で、夜からすっごい綺麗な夜景が晴れて見えた時にはすごい感動しましたので、夜景のキャンプ場ということでお勧めしておきたいと思います。ちょっと行くまでの道がだいぶ細いので、この辺りはご注意ください。続いてこちらは福岡の日程限定のキャンプ場になります。場所は岩屋キャンプ場というところなんですけども、その中でもその10月の末から11月の上旬の本当に限られた日にちだけ、この田んぼの上でキャンプすることができるっていう期間限定のキャンプ場になってます。田んぼの上でキャンプする感覚ってもちろんなかなかないですよね。で、本当に何百年も前から変わらないんだろうなと思われるこの田園風景の中で行うキャンプっていうのはまた一味違う感じがしてですね、すごい素敵な経験をすることができました。コットを引いてもですね、結構苗が頬の近くまであるっていうのはすごい面白かったですね。続いてこちらは福岡のターポリンのこの島ガーデンズになります。個人の方が一から作られた手作りキャンプサイトになっていて、ものすごいおしゃれなんですよ。で、桜が咲くサイトなので、桜の時期にはぜひおすすめですね。しかも条件が揃えばなんですけど、露天風呂に入ることができるので、大自然の中露天風呂に入る感覚っていうのは最高でしたね。結構知られざるキャンプサイトだったりするのでおすすめしておきます。で、続いてこちらは熊本ですね。玉名フラワーパークキャンプ場になってます。フラワーパークという名前の通り、その敷地にはお花がすごい敷き詰められてですね、サイトも高台から見下ろすサイトなんかもあって、すごくいいキャンプ場になっていると思います。この通り朝はかなり冷え込むので、防寒をお気をつけください。で、続いて福岡の油山スノーピークキャンプ場になってます。で、こちらはソロキャンプサイトとオートキャンプサイトがあるんですけど、個人的にはオートキャンプサイトの方がおすすめです。そうすると福岡の夜景がすっごい綺麗に見えるんですよ。ソロキャンプサイトはかなり離れていて、夜景とか全く見えないので、その点注意してください。そして続いては鹿児島の知る人ぞ知るキャンプ場、高熊ライダース野営場になってます。こちらはなんとバイカーでしか泊まることができないんですよね。その代わりかなり格安で、温泉も近くにあって格安で入れるという、本当にバイカーのためのキャンプ場になってます。少し高い敷地にあるので、本当に朝晩はマイナスとか冬は行きますので、そのあたり防寒はご注意ください。で、続いて熊本の茶屋野原キャンプ場ですね。ここは芸能人の広瀬さんとかがよく行かれたこともあって有名なキャンプ場になってます。すごい野営感があるので、ちょっとですね、ハードル高めかもしれません。トイレとかが結構ちょっと清掃が行き届いてなかったりするので、そのあたり耐性がある方におすすめです。その代わりといってはなんですが、
すっごい静かで、ソロキャンプとかでも、野営感を味わうことができます。で、続いて、こちらは大分県のキャンプウッズさんになります。非常にですね、綺麗な森林の中で、独特の世界観があります。砂利サイトなんかが多いので、そうすると、雨とかでもですね、非常に安心なので、すごく居心地のいいキャンプサイトになってますね。で、次に、福岡県の海の森キャンプ場になってます。こちらは比較的新しくできたキャンプ場になっていて、ここも少し見下ろすことができるキャンプ場になってます。はい。こんな感じですね、ソロでもしっかり距離を空けるサイトもありますので、ゆっくり過ごすことができます。薪ももちろん購入することができて、トイレもすごい綺麗なので、キャンプに慣れてない方にもおすすめだと思いますね。はい。めちゃめちゃゆっくりできたので、僕はこのキャンプ場、結構好きでした。はい。で、続きまして、大分県のナインベースさんになります。こちらも YouTuber の方がお作りになったキャンプ場になっています。で、棒ヶ鶴っていう、九州だととっても有名な山があるんですけど、そこのもうほぼ登山道からすごい近いところにキャンプ場がありますので、ここで、キャンプをして、その後登山なんていうのもすごくいいんじゃないかなと思います。ちなみにこの時は11月の上旬に行ったんですけど、そうすると山々の紅葉とかもすっごい綺麗なんですよね。はい。もちろんですね、気温とかは下がったりするので、防寒とかはしっかり対策していただけると、とってもいいんじゃないかなと思います。ちなみに、棒ヶ鶴に行った時の動画をちょっとだけ、本当に凄まじくですね、綺麗な光景で、そこまで登山道から時間もかからないので、初心者さんにもおすすめしたいルートですね。しかもこの近くで天泊もできるので、テントで泊まることもできるということで、ぜひおすすめしたい場所になってます。で、続きまして、鹿児島県のゆったりキャンプ場になります。もともとは温泉施設の敷地の中でキャンプができるという形になってるんですけど、フリーサイトと区画サイトがあって、100%区画サイトを勧めます。僕はフリーサイトに進めると、周りの子供たちが、そこが遊び場だと思ってですね、もう僕のテントを中心にサッカーとかし始めたので、そこは注意してください。続いて、宮崎の牛尾の森キャンプ場になってます。ここはもともと学校があった場所を跡地としてキャンプ場を運用されてます。なんとも言えないノスタルジックな雰囲気の中、キャンプができるのはなんかすごく素敵な感じがしましたね。そして、学校の校舎の跡地で、日によってはポテトを出来たてで販売してくれたりとかもするので、なんだかとても楽しかったです。そして、少し一歩外に出れば、もう壮大な海が見えますので、僕はここで2024年の初日の出を見ました。すごく綺麗でした。で、続いて、大分県のリキャンプ志高湖キャンプ場です。ここもとっても大分県では有名なキャンプ場になっていて、志高湖というところを望みながらキャンプすることができます。で、ここもすっごくサイトが広くてですね、奥の方に行くと見え方も全然違うんですよね。はい。僕はこの夕焼けだったりとか、この朝焼けの雰囲気がすごい綺麗で、とっても美しいキャンプ場だなと思いました。ここはキャンプの管理棟とかもすごい整っているので、すごく安心なキャンプ場なんですが、一点だけ要注意点です。それが標高が少し高いところにあるので、昼間が気温が高くても朝はものすごい冷えるんですね。ですので、僕もこの日、1月ぐらいだったんですけど、マイナス5度ぐらいまで行って、かなり朝は寒い思いをしました。ちょっと寒さで寝れなくて、お湯を沸かしてコーヒーを飲んだぐらいでした。その点だけ注意してください。ただその代わりとは言っては何なんですが、その中で迎えた朝日とかもめっちゃめちゃ綺麗なんですよ。この湖に反射する感じとか、すごい幻想的なのでおすすめしたいキャンプ場です。続いて、こちらは熊本県の焚き火ベース玉名になります。こちらもとても新しいキャンプ場ですね。サイトもすごく広くて、とてもサイト選びが楽しめますね。で、かつ、焚き火ベースっていう、キャンプ男さんが開設された、キャンプメーカーの展示品も買えたりしますので、ファンには必見のキャンプ場になっています。で、続いて、こちらは大分県の山浦ベースになります。この山と山の道の途中にあるような形なんですけど、すごくいい感じです。目の前に川が流れていて、川の音で、外の車の音とか全然気にならないんですよね。ですので、ひっそりと静かにキャンプを楽しみたいという方には、すっごくおすすめのキャンプ場になってますね。
はい、ということで以上が僕が今まで2年間にわたって行ってきた九州のキャンプ場の数々でした。本当に素晴らしいキャンプ場が多いので、ぜひ皆さん九州にお立ち寄りいただければと思います。それぞれのキャンプ場でキャンプした動画も個別に上げてますので、気になったところはそちらもご覧いただければと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。次またお会いしましょう。では。